大ニュース、本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は全部入りのロボット掃除機、こちらについてですね、これ使ってみた感想、これ正直にぶっちゃけたいかなと思います。今回はなんとエコバックスさんからですね、ロボット掃除機ですね、D-Bot N8 プラス、こちらを提供していただきました。わかりやすく言うとね、案件なんですけども、ただね、普通の製品をね、僕がそんな普通に紹介するわけはないんで、僕も実はですね、掃除は基本的にもう全部ロボット掃除機で、やってるっていう形にはなるんですが、結構不満とかあるわけなんですけども、これがですね、なんと今回紹介するこの D-Bot N8 プラスでもう全てね、ちょっと解決してしまったというか、ほとんどね、これで不満がもうなくなっちゃったってぐらいですね。しかもこの性能でこの価格がね、こういういい意味でコスパがちょっとぶっ壊れてる。ロボット掃除機今考えてる方とかのね、非常に参考になるのかなと思うので、ロボット掃除機選びのね、参考にね、してもらえればと思います。こちらのチャンネルで普段はですね、Apple 製品とかはじめとするリーク情報とかね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのをね、定期的にアップしてますんで、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。この機会ぜひ登録していただくとですね、本当にね、もう死ぬほど喜びます。ありがとうございます。で、通知ベルをオンにすると最新情報届きやすくなったりですね、コミュニティ機能でものですね、Apple 製品はじめとしたお得なね、新製品情報とかも届きますので、ぜひ通知ベルオンにして見逃さないようにね、してもらえればと思います。あと Twitter もね、日々タイムリーに更新してますので、よろしければフォローお待ちしております。でまずね、このエコバックスっていうね、会社。これどこの会社みたいな、と思いませんでしたか？はい。大丈夫なのかみたいな。これ実はね、なかなか老舗のメーカーでして、1998年創業ですね。なかなか、ロボット掃除機だと、まだまだその歴史自体がそんなね、浅いので、なかなか老舗の方のメーカーなのかなと思います。しかも今ね、これ全世界の、52カ国で展開してるっていうね、ところでございまして、普通にグローバル企業ですね。もう本当申し訳ないんですけどね、僕も全然知りませんでした。はい、エコバックス。こういったロボット掃除機とかで、有名なのは、ルンルンルンパさんとかがね、有名と思うんですが、どうやら累計の販売台数だとエコバックスがなんとこれ世界一ということらしいんですよね。一番売れてる掃除機と言っても過言ではないと。一応全世界でしかも1900万以上の家庭でね使われてるとかっていうことなんですよね。それだけ売れてるんだなっていうことはもちろんなんですけども、ってことはすごいデータというか、いわゆる今ビッグデータとか言われたりするんですけども、そういったものはねめちゃめちゃ情報を持ってると思うんですよね。実際僕もちょっと使ってみて思ったんですけれども、非常にやっぱこういうデータとか活かされてるなというか、賢いっていうかね、いわゆるGAFA とかいうね、Apple とかもちろんですし、Amazon とかね、皆さんお買い物とかすると思うんですけども、そういった巨大企業ってデータがね、そんだけお客さんいるんでデータいっぱい取れるわけじゃないですか。ビッグデータってやつが。そっからある程度ね、こういった製品作ればもう売れるよねっていうね、例えばもう分かっちゃったりすると思うんですけども、そこでいてもう20年、21年とかかな、20年以上ね、もうロボットのね、ずっと開発とかね、製造全部しかも一貫してねエコバックスはやってるってことで老舗メーカーではあるんですけども、で今回のモデルはですね、しかもいわゆる全部盛りのロボット掃除機、非常に質の高いロボット掃除機、少し価格帯の高価格帯のものではあるんです。価格から言えばちょっといいやつね、初めて僕も使ってみたんですけども、やっぱりねすごいですね。これは箱なんですけど、特にやっぱ今回強調したいのはコスパなんですよね。コストパフォーマンスがもうこれぶっ壊れてるんですよ。本当にこの性能でこの値段で出しちゃっていいんですかっていうレベル、コストパフォーマンスがね、高いと思いました。例えば僕も使ってるね、今ロボット掃除機使ってるんですけども、ちょっと不満があるなとか、今、音うるさいなとかいろいろあると思うんですけども、だったらやっぱこれからね、やっぱロボット掃除機、ちょっと気になってるのは使いたいなって思ってる方に関してもね、ぜひちょっとね参考になると思うのでご覧いただきたいかなと思います。開封シーンを撮ろうと思ったんですけど、もう興奮してね忘れてたんで、これが一応箱なんですけども、結構ねでかいね、結構しっかりとした箱なんですよね。これはね、いわゆるあれが入ってるから大きいんですけども、それはこれから説明しますね。中身開けるとですね、段ボールでいろいろね綺麗にねやっぱ梱包されてます。これが一応本体なんですけども、綺麗にねこちらもね保護フィルムとか周りにちゃんと貼ってあって、はい、で付属品に関しては、実はこれ水かけもねできるタイプなんですけど、こういった、モップですね、繰り返し洗って使えるタイプのものなんですけども、使い捨てタイプの、モップとか、あとはケーブルとかで、今回これ面白いのが自動吸引機のねゴミ箱がこれついてるところなんですよ。はい、後でもちろん詳しく見るんで、これがついたいわゆる全部盛りゴミ捨てしなくていいやつですね。で本体はねこんな感じで裏側にモップとかつけれたりするんですけども、開けるともうセットアップのね紙かな
これがもう入ってて、実はこれなんですけども、これ見たらね全部できるんですよ。全部ステップが書いてあって非常に親切だなって思いました。あとはもうこの QR コードからアプリ読み込んで、専用アプリがあるんで、そこから操作するっていうね形にはなるんですけども、もちろんこのディープボット N8 プラスみたいな選択肢もいいんですけど、これね面白いのが QR コードでもうなんかねスキャンしたらですね、これ本体に QR コードついてるんですけど、そこでなんか認証するっていうタイプなんで、あとはもう自宅のね、これ Wi-Fi 必要にはなるんですけども、あと接続していただくと、設定自体多分10分ぐらいで終わるんじゃないかな。ちょっと Wi-Fi が弱いところだと接続がうまくいかなかったりはあったんですけども、この音声言語ってあるんですけども、これ実はね声が出ます。なんかAlexa とか Google みたいな感じで、実際にちょっと様子見るんですけど、これマッピング、最初ねマッピングっていうのをねしてくれます。これ何かっていうと、3D とかですね赤外線のねセンサーとかついてるんで、要するに部屋の中をこう動き回って地図を作るんですよ。こいつというか本体ね。そのできた地図に従って、本当に効率よく掃除してくれるというか、でこれがねなんか動き出してる、地図なんですけども、すごいですよね。こういったなんか青い感じのが急に出てきて、あとはもう勝手にねこいつが動いて勝手にあとは地図作ってくれるっていうで、現在地とかも、分かるっていうタイプです。ということでね、早速、どんな感じで動くのかっていうのを見ていきたい、お見せしたいかなと思います。でこれがねエコバックスの本体と掃除ステーションみたいなんですけども、本体結構シンプルですね。この上のところにこのマッピングするここで、多分認識してくれるかな、上のところで。でこの下にあれかな、モップする水入れるところがあったりとか、ここ開けると細かいなと思ったらこういうところをねなんかお掃除するやつがここについてたりとか、一応ここに、本来はゴミが入ってくるところになりますね。でこれが吸引器なんですけども、押すとこうでここに一応ゴミがね入ってくるものになってて、ここもちゃんとねなんかこう上げたら閉まるようになってんだよね。ここがちゃんとこう蓋ができるようになってます。こう容量割とありますね。1ヶ月に1回ぐらいの頻度でいいのかなと。でこれ一回閉めますね。ちょっと実際にね動かしてみたいかなと思いますが、アプリの方で基本的には動かす形ですね。こういった感じでマップができておりますと。これでとりあえず自動でスタートにしようかな。はい、今音が鳴ったと思うんですけども、音は結構ね静かではあると思いますね。こうアプリ上でちゃんとこうどこ動いてるのかなみたいな現在地も見れますね。お掃除しております。ソファーの下に入っていったのかな今。で結構本体自体はねそんな高さもそこまでないので、結構こういう下もきちんといってくれますね。結構こう隅をね掃除してくれるんだよね。はい。でこのアプリの方ではこの軌跡みたいなのがあると思うんですけど、これがですねちゃんと、どこを掃除したのかっていうのを、こいつが認識してるっていうか、でこれアプリでもちゃんとこう見えるっていうね形になっております。はい、意外とこう隅もねちゃんとやってくれるんだよね。今ねこう隅っこを掃除してくれてますね。結構こう書き出しながらかなり丁寧なね仕事してくれるんだよねこいつ。はい、で今ちょっと吸引音がねギューンって一瞬上がったんですけども、これ一応なんかマットというかヨガマットみたいなやつなんですけど、こういうカーペットの上とかはなんか自動的に吸引力が上がってくれる。はい、これもね設定とかで、はいここで吸引力を例えばこれ今最大とか水量今モップはかけてないんですけども、水量をこう、上げることができたりとか、結構かなり、細かく使えますね。でじゃあこうカーペットの上に行った時にこう今みたいにオンにする吸引力をね高くするとか、ここら辺もねかなり、清掃を予約したりとかね、今水曜の8時になってるけどかなり、細かく設定することができます。これはね素晴らしいですよ。はい、でこう清掃ステータスとかもね今3分経ってますよっていう形にはなってますけどね、ちょっと今本体全然映してなかったな。大丈夫かなこれちょっと動きをね見てほしいんですけど、わかります？こうちゃんと横にね効率よく動くんだよね。ちゃんと壁に来たら当たらず避けて、はい今こっち、はいこう当たんないんだよちゃんと。
賢いなお前。ここで物に当たらずちゃんと認識して動いてくると。壁当たる時もちょっとソフトにというかガンっていかないんだよね。安いモデルだともうガンガンいきますからねこれすごいのが。ではちょっとね水拭きモップもかけようかなと思ったんで、横に今ね水が入ってます実は。でこのモップをですねカチッと入れる形なんですけども、なんかモフモフしてるというか意外と熱いっていうね。はい、しかもこれね取り外し普通にできるタイプなんで、まあもちろん洗って使えると。これはカチッと入れればいいのかな。そうですね、ここにモッププレートが取り付けられました。すげえ喋った、まあ、こういう風に結構ね頭いいっていうね普通に。はい、今ねモップがけしてくれてるんですけど、これ面白いのがやっぱねこういうマットとか、まあ、多分カーペットとかもそうなんですけど認識して、まあ、そこはモップがけしないっていうね、風に動いてますね彼。こうそうなんですよ。こう登ろうとしてもこう登らないっていう絶妙なラインですね。うわめっちゃこっち来るじゃん危ない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 。まあもちろんなんか完全に万能っていう感じでもなくてですね、なんかちょっとこういった棒とかはガンガン行きやすい気はする。でもそれぐらいかな。今ちょっとゴーってなってるけど、ちょっとカーペットと挟まれてるから、まあ、どっちにも行けないみたいな感じで、これ非常にね難しい感じになってると思うんですけど、まあまあこう引っかかったりすることはまあなくもない。これどうなの？頑張れ頑張れ、いけるかいけるかいけるかこれどうなってる？すげえ。適度にこう分かります？ちょっと湿ってるのが見えると思うんだけど、適度に湿らしてくれるって感じ。ビチャビチャっていう感じでもないかな。すごいこう通った跡が見えるな相当今ね汚いと思うんで、ちゃんとこう縦横をいって、すごいなお前ただやっぱちょっとカーペットとかあるとなかなかね動ける範囲が狭くなったりしちゃうんで、まあちょっとこうどけてあげるとかなりね綺麗にやってくれるのかなと。まあこんな感じで、あとはねもう放っておけばね勝手になんていうこの下とかまで全部やってくれるんで。終わったということで、こう清掃終わるとですね勝手に戻ります。さあ出して戻れるのかって、まあ、充電とか切れそうになればもちろんこう自動でね、このステーションの方へ戻っていくんで、履歴とかでもね、まあ、アプリで戻すこととかもできますね。すごいですよ。めちゃめちゃねこう安全運転で行ってくれます。やってみますけど、はい開始しましたってなりますと、結構まあ音はうるさいかな。こういう感じで今吸い取ってますね中のゴミを。なかなか音がしておりますが、うるせえな。10秒ぐらいかな。こういう感じで自動吸引してくれますので、これ開けるとこの中は入ってないね多分。一応ここに本来は入ってるんだけど結構綺麗に入ってないな。入ってないですね。はい、なのでここでねゴミが入ってくるという仕組みになっております。これがねめちゃめちゃいいっていうか楽すぎる。ちょっとモップどうなったか見てみようかな。モップやったんですが、まあ、水はどうだろう、半分ぐらい消費したのかな。うわーこれ結構汚ねえな。おほーすごい、こんな感じなんだ。うわ汚ねえな部屋。まあ、土ぼこりみたいなのがねこれ全部ついてるのがねこんな感じになりましたね。モップもまあなかなか機能はしてるのかな、こう見ると。はい、まあ、こういうのも、まあ、取って洗ってっていうのもできますので、これ自体も外せるしね、こうやってはい貼り付けられましたね。まあ、多分これつけたら認識するのかねっていう感じですね。分かったもう分かったよ。はい、ということでねここからちょっと使ってみて良かった点と、気になった点とかですね、そこら辺ちょっと見ていきたいと思うんですが、まずね使ってみて良かった点、3つぐらい、あげようかなとすると、
まずね、やっぱ普通のちょっと安い価格帯のものと比べるとね、非常に音が静かですね。清掃の吸引って、吸引音自体がそもそもちょっとね、上品な感じの音っていうのと、単純にやっぱぶつかる音がね、もうほとんどね、ないんですよ。やっぱマッピングして、何がどこにあるのかっていうのが分かってるんで、もうガンガンね、どんどん学習していくんで、ぶつかったりしないんで、そのぶつかりの音ってね、かなり、安い価格帯のものだと、ぶつかりながら効率的に操縦するというよりは、ガンガンぶつかりながら、とりあえず手当たり次第にこう回っていくみたいな。感じなんですよね。はい。そういうのがないので、非常に静かっていうところだったりですね。で、2つ目としてはもうアプリ自体が結構優秀というか、非常に使いやすいし、機能もかなりね、やっぱ細かい設定とかできるので、あとやっぱこのマッピングとかですね、こういったものもかなり細かく決められたりするので、なんで非常にやっぱ効率よくね、掃除できるんじゃないかなと思います。なんで特にやっぱお部屋が広いご家庭とかだと、これ非常にね、役立つんじゃないかなっていうね。あとはね、ゴミ捨てが入れないっていうところね、非常に良かったポイントかなと思いまして、こうやってロボット掃除機ってやっぱゴミが溜まると、普通の掃除機とかもね、ダイソンとかも同じだと思うんですけど、溜まるとこう捨てないといけないんですよ。当たり前だけど。これがね、意外とめんどくさくて、このもう一個ね、ルンバとかはもうなんかずっとゴミが溜まってる状態になってるみたいな。でもその予約ね、毎週例えば8時とかに動くようにしてるんで、ゴミが溜まったままずっとこうゴミ食わされた掃除してるみたいね。はい。そういったことはないですね。タワーがね、自動吸引してくれるんで、これめちゃめちゃやっぱいいなと思いました。はい。これは全部入りの非常にいいところかなと。あとはもうこれはもう単純なんですけど、やっぱ時間が浮きますね。はい。効率よくこうやってくれるっていうのもありますけど、これロボット掃除機ね、全般に言えますけども、やっぱりこういない時間、自分がやっぱちょっと外に出かけてる時間とかにこうやってもらうとかで、帰ってきたらもうピカピカになってる、もうこれ最高なんですよ。でも分かりやすく言うとなんだろうな、家政婦さんみたいな、自宅にいるお掃除してくれるちょっとメイドさんみたいな感じですよね。なんか家帰ってきたらやっぱピカピカっていいですよ。で、逆にじゃあちょっとここどうなのかなって、いまいちなポイントというかね、気になった点に関してなんですけども、この自動吸引とかに関してはいいんですが、これ他のモデルもね、大体同じなんですけども、中の掃除の袋っていうのがいるので、やっぱランニングコストがね、ここに関してはなんかかかるのかなっていうところですよね。モップとかに関してはこれ洗って何度も使えるっていうね、タイプとかはあったりするんですけども、自動吸引機の中のゴミ捨て、自体のその袋が大体1ヶ月で1回交換とかぐらいの目安らしいんですが、そこのランニングコストは多少かかってくるのかなっていうね、ゴミ捨てのゴミ捨てみたいな感じですよね。そこはどうしてもいるのかなっていう、完全自動っていうね感じではないと。そこのランニングコストだったりとか、あとはね、やっぱり価格ですよね。これはまだ全部話してなかったと思うんですが、大体ね、7万円ぐらい、7万、4800円とかなんですけども、この7万円となると、僕もちょっと最初思ったんですけど、結構高いんじゃないかなみたいな。もちろんその7万円というものだけで考えるとっていうことですね。高いなって思う方もいるとは思うんですが、実際この自動でこのゴミの、例えば吸引機とかついて、水拭きもしかもできるっていうね、いわゆる全部盛りみたいなね、やつですね。正直7万円台で買えるものってなかなかないんですよね。だいたい10万とか20万とかの世界になってくるんですよ。ここら辺になると。なんでこのクオリティでまずこの価格っていうのは正直ね、ちょっと安いというかちょっとバグってんじゃないかなっていう感じ。価格破壊ですね。とはいえじゃあ7万円ってね、もちろん高いですよね。高いとは思うんですよ。感じる方は例えばなんですけど、こう掃除機のみのモデルもあって、N7 ってやつがあるんですけども、これだと要するにこのタワー自動吸引のやつがついてはないんですけども、これ本体だけで買えるモデルもあって、基本的に性能同じなんで、だいたい4万円台とかで買えるので、こんだけ正直頭いいタイプで、4万円だとね、4万円台でこれも買えないと思いますよ。普通に多分本体だけで7万円ぐらいするんですよね、こういったものって。ちょっと頭おかしいと思います。はい、いい意味で。逆にね、この吸引機付きだと、例えばもしなんか落としたもの、なんかわかんないけど、ピアスとかなんかちっちゃい、僕の場合だとなんか SD カードとか、そういったなんかちっちゃいものとかもロボット掃除機が吸い込んで、それをなんか自動吸引機で吸うので、なんかそれでなくしちゃうとか、リスクもゼロではないと思うんで、そういった方気になる方は、あんまそういうのないですけどね、あんまり。って方は、その本体だけのモデルとかでもいいのかな。で、さらにですね、今回普通の価格でもね、今言ったようにコストパフォーマンス、正直なかなかいいと思うんですけども、一応この動画出すタイミングですね、Amazon のタイムセールっていうのをね、やってるんですよ。なんで、なんと今回紹介した、ディープボット N8 プラスが、セール対象品になってまして、これが 25% オフになるんですよ。なので、5万円台で買えてしまうということなんですよね。これやばいですね。はい。で、さらにですよ、エコバックスさん大丈夫かなと思って、さらになんか1500円オフクーポン
もうなんかあるらしくて、これもしかもなんか併用できると、一緒に使えるらしいんですね。25% オフからさらに1500円オフみたいな。エコバックスは大丈夫なのこれでって思ったんですけど、こちらのクーポンとかに関してはね、全て概要欄の方にね、全部貼ってますので、一応このセール期間中だけにはなっちゃうんですけども、もしね、買いたいなとかであるのであれば、このやっぱセールのタイミングって非常にね、お得に買えると思いますので、はい、ぜひね、ちょっと購入してみてもらえればなと思います。なんかどうやら前回プライムデーの時にこれ出てたらしいんですけれども、N8 プラス、なんか売り切れてね、しまったらしいんですよね。なので、もし本当に購入するのであれば、早めがいいんじゃないかなと。別に全然早く買えよみたいなね案件だから、その煽りとかじゃ全然なくて、普通に値段おかしいんでこのねクオリティのものがセールとはいえ5万円台で買えるのはちょっとやばいんで、もし気になってる方いればちょっと概要欄覗いてみてください。ということで、こちらの動画少しでもね役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンだったりチャンネル登録ですねお願いいたします。はい、いつもありがとうございます。コメントもなんか質問あればお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。